ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。ドリームランナーチャンネルの清水でございます。今日もモビリティリゾートもてぎホンダコレクションホール様の協力で撮影をさせていただきます。また特別な許可いただきましたので、今回もマスク外させていただきます。よいしょ。はい、今日はですね CB750F そして 900F、同じような車体という部分でエンジンが違うんですけれども、そちらの方の2回目の収録になります。1回目は、前回 CB750フォアでも言ったと思うんですけれども、マニアックレベル、最近僕らのチャンネルのサムネイル見るとこの辺とかこの辺にタコメーターがついてると思うんですけれども、そのレベルがですね上がっていくとそれだけ内容的に深いですよっていう部分を表示しています。前回の 75F、900F に関してはマニアックレベル1という設定でして、1はどちらかというとオートバイ興味あるんだよねって、でもこのバイクかっこいいんだよね、どんなのかなっていうのを探しているような情報提供と。で3くらいになりますとちょっとオートバイ乗ってるよ、これから買おうかな、または自分で今乗ってるよっていう方への情報提供という形でのグレードにしておりますので、今回3番で送らせていただきます。さて人気あります車であります CB750 フォア900、フォアじゃない F ですね、 F と 900F、 もう各種漫画でねバリバリ伝説とかねいろんなものに取り上げられるほど、人気が高かったです。こちら1979年6月に 750F が日本国内で初登場といったところで、輸出専用車の 900F、 これが78年12月、そして、その後派生モデルなんかもちょこちょこいろいろと出てくるんですけど、僕個人的に乗ってたのが750の、エクスクルーシブ、これも基本的には 75F と同じフレームにちょっとアメリカンチックなタンクつけてハンドル持ち上げてっていう車体でした。なので、同じようなフレーム構成でありながら、いろんなものに対応できている車体がありますよっていう部分ですね。あと似た時期にで CBX、 これがね 1000cc なんですけど79年なんですね。だから 900F からほぼ1年後には見えます 1000cc6 気筒、こちらから出てくるんですけれども、こちらほぼ同じような年代にもかかわらずダイヤモンドフレームだったものが、ダブルクレードルだったものがっていう感じで、なぜかエンジン形式によってなのかな、フレームの、形もだいぶ変わってきてます。そして、今日のお題としてこの 75F、900F をやるんですけれども、CB750 フォア、これはSOHC2 バルブのエンジンでした。でその後に川崎さんが Z を出したりとか、いろんなね鈴木さんとかいろんなところが大型バイク出てきます。それに習ったのかは分からないですけれども、フォア F に関してはツインカム4バルブになりました。でここら辺がですね、一つのまず話題になると思います。2つ目、CB750 フォアっていうのはドライサンプ型のオイルだまりがサイドカバーの上にあります。これによってエンジンを下げるということが渡辺さんのご説明であったと思うんですけれども、こちらに関してはちょっとカウリングもあって見づらいですけど、通常通りウェットサンプ、要は一番下にドライ、オイルだまりというんですかね、オイルパンがついているモデルということになります。この辺の話題、あと 900F が結構ロングストロークなんですね。棒が 64.5 ミリに対してストローク69ミリ、ちょっとストロークが長いと。で75のフォアF に関してはほぼ 62×62 でスクエアっていう形をとっています。ここら辺はやっぱり渡辺さんの牙城なので、エンジンの中身についてもちょっと教えていただけるといいなと思っています。そして、最初の話、CB75F、900、そして、先に宋さん、宋利光さんが語っていただきました RS1000、こちらがほぼ同時期に開発がされ、ほぼ同時期に市場投入されたという部分から、CBX もほぼ同じ時期ですよということで、かなり本田さんが力を入れて発売してたような時期になりますので、そこら辺もし渡辺さんの方で何か情報があれば語っていただこうと思います。じゃあ長々話しちゃいました。渡辺さんどうぞお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、また今日もよろしくお願いします。マニアックレベル3で、はい、はい、はい、わかりましたね。3ってどんな感じかわかりましたね。はい、前回は1です。はい、はい。なので今回はそれよりちょっとグレードアップして中身深くしちゃって構わない。はい、今オープニングの時に渡辺さんへの質問事項、これはですね7号フォアの時にお聞きした内容にほぼほぼ近いんですけど、7号フォアは2バルブでした。でポルシェの話とかも出てきました。はい。まあなんていうんでしょうね、そこまでの回転を上げなければ2バルブでも十分対応できるんだよっていうことが表に出てきます。こちら4バルブになりますね。この辺どうでしょう。渡辺さんなりのお考えとかあったんですか。まあ進化型というのを表現するために。ということで、DOHC の4バルブというのはごく流れとしては当たり前かなと、先ほど言われたようにね、他社さんが、前のフォアの後にすぐに、ね、DOHC で出しましたんでホンダの方が遅れてんじゃねえかと。いや性能で走りっぷりで決して、ね、シングルカムだって負けてないんだよって言っても、買うお客さんにとっちゃね、やっぱりツインカムだぜっていう方がはったりが効きますからね。はったりですか。だっていつもがいつも8000、9000回すわけじゃないですから、逆に言うとね、4バルブというのはやっぱり中高速での効率を考えてツインカム4バルブなので、要するにいつも4、5000までしか俺は使わねえという人がいたら、無理して高価な重たい DOHC の4バルブの、エンジンを乗せてなくたって十分走るのは走るわけですよね。だけどやっぱり気持ちよくやっと回したいということになると、ここまであった方がいいかなと。確かに回転上がっていった時って気持ちいいですよね。そうですね。4バルブはね、スコーンっていけますね。そうですよね。で750ファンの時もお話しましたけど、やっぱり乗る人のやっぱり意思に反してね暴れちゃうようじゃ困るので、だからこれはツインカム4バルブにしてありますけど、キャブレターが750フォアの時と違って CV キャブといってコンスタントバキュームの略なんですけど、アクセルをガボッと開けてもすぐにガボッと開かないでやんわり開いてくれるっていう、そういうソフトなトルクのつながり方するようなキャブレターを使ってますんで、これはRCB もそうでしたけど、そうです。だからこれホンダの特許を取ってるキャブレター。そうなんです。ですのでそういうアクセル開けた時にエンジンのいわゆる風圧を利用してダイヤフラムがギュッとキャブを開けてくれるってあれですよね。そうです。だからそれは開けた時にギャフンとギャップにならないように、要するにバッと開けてもピストンはすぐ上がりませんので、ちゃんと吸入の風圧がある程度一定した状態でアクセルが開けていった時についてくるという、ちょっとやんばりモードのアキュムレーターじゃないですけど、そういう役目をアクセルキャブにさしてるということなんですよ。これ本田さんの特許だって知らなかったんです。だから他のメーカーはつけてないでしょ。そうですね。普通は強制開閉ってそのまま上でね、ピストンで引っ張っちゃうタイプですけど。知らなかった。そういうことですね。なんか多分三國さんでしたっけこれ。いや京浜ですよ。京浜か。京浜さんという名前が出てる以上、いろんなメーカーにね供給してるもんだと。いやだから京浜からキャブを買ってつけてるメーカーさんはもちろんこれ使ってるやつもありますよ。じゃあ特許としては本田さんが持っている。ホンダとか京浜が持っててね、でもともと京浜とか三國といっても、ずっと元を正すと一本で日本キャブレターっていう会社があって、そこから分かれてできてますし、そこで独自にねこういうやつも作ってたと。ちなみに四輪のS600、800なんかも全部、そうですね。空冷の1300もそうですけど、みんな元気印でも量産車ベースのやつはもうほとんどこの CV キャブ。レスポンスはいいんだけど、やんとならないようにやんわりつなげるための、そういう反した動きをしないということですね。そういうキャブになってます。しっかり考えてますね。しっかりね考えてます。いやだからなるようになっちゃうんだから、あとはそこ考えて乗ってよっていうわけいかないわけですよ。難しいこと言ったってできませんから。だからあくまでもこのアクセル操作だけでその意に沿うようなつながりで回転が上がる、力が使えるというところを大事にしているというところですね。もう自分なんかマッハが好きじゃないですか。暴れっぷりがいい。
だから意味で反していくことをやってくれだるのから、が大好きだ、他社のメーカーさんでいうとってくるね、これがなきゃね、俺はっていうそっちが欲しい人はちょっとこれは向かないかもしれないけど普通に乗る方にとってはこっちの方が使いやすいですよね。疲れないっていうところがありますね。扱いやすいっていうのがねやっぱり大事なポイントですね。そうですね。前にお聞きしたのかな、あれ渡辺さんにお聞きしたんですけど、これウインカーでかいですよね。でかいですね。でフォア75フォアなんかも比較的大きいな、視認性がいいなと思ったんですけど、極端にこれぐらいから大きいですよね。なんか道路交通法でも変わったのかどうかですね、ちょっと分かりませんけど、でも多分位置とか面積とか明るさとか、規定はねあると思いますけど、だからこれ買ってくる人ってヨーロピアンウインカーってこの3センチぐらいの小さいでしょ、あれをよくつけてますよね。つけろというかつけてますぐらいのやつね。妙にすっきりするんですよね。だからそうか、やっぱりそういう年代的なものがあるのは CBX も結構大きいもんな。ただまあね、これカウリングなんかつけると、そこにまた2段重ねでこれがついてたんじゃちょっとね、ダサいデザインになっちゃうかもしれないんで、その辺もね。今時だったら多分砲弾型のがかもしれないですよね。そうですね。考えてみたらこれインテグラ今日F じゃなくてねインテグラだったんですけど、このフルカウルっていうのがもしかしたら国内最初、こういう形のカウリングとしてはね、日本で最初とは言わないでかもしれないですけど、いわゆるホンダさんなりメーカーが出してきた車体としてはかなり初期のものですよね。全部覆ってないタイプですからね。これもなんかある一説では当時運輸省が許可しなかったとかいう話が、昔のね運輸省ってね、赤い色はね救急車と郵便局だけだとかねそういう人たちがいたんで、総一郎が大喧嘩した話は有名ですけどね。ホンダの S600、800で最初に車で赤くしたのはあれが最初ですから。そうです。それは総一郎が運輸省に掛け合って、なんでね色なんかデザインじゃないかな、なんで救急車と消防車だけ赤でね、新阪車で赤がダメなんだと、おかしいっつってでごねて、で OK をもらったという最初だから、日本で最初に赤い車になったのはそうです。消防車とね救急車の以外はもう S が最初なんですよ。そのせいですから当時なんかまことしやかな話で救急車消防車の赤っていうのはすごいこうなんですか、色の指定がうるさく決まってて、でそれがディックでしたっけ、色見本、あれに消防車カラーっていうのがちゃんとあったんですよ。そうでしょうね、きっとね。でそれ以外のものがとりあえず赤でも車で使っていいよと、ただしこれだけは使ってくれるなっていうのがちゃんと決まってますね。そうなんでしょうね。あると思いますよ。なんかいろんなところで喧嘩してますね。喧嘩というか確か自公会もやってましたもんね。色がねダメなんてね、なんでそんなデザインをね規制するんだみたいなね、そういうことで。そういった意味ではね、フェラーリなんかだって赤ですね。そうですよ。海外なんかじゃ当たり前に使ってますもんね。そうなんですね。なかなか変なところでした話になっちゃいました。さて今回4バルブね、ちょっとエンジンの話がちょっとまだ薄いかなって感じもするんですけど、なんか情報ありますここら辺で。ですからこの750と輸出向けの900っていうのは基本的にエンジンの構成要素のサイズは同じ中で要するに排気量アップしているということで、それは生産のね設備の関係もあって、166の時も話をしましたけど、同じサイズの中でバーストを変えられるっていうのを最初にレイアウト検討するときに何 cc までを許容できるようにしておくかということで決めていくわけですね。そういった意味ではRS 線なんか 1000cc ですよね。そうするとこの子が75ですけど、あと900というのもあるじゃないですか。ということはマックス 1000cc ぐらいまではもう設計の中に入っていて、そういうことだと思いますよ。年下の部分はもうそれを使って、上だけであとは排気量のバリエーションを作ると。でちなみに 1000cc っていうところで線引きすれば、少なくともクランクからあとですね、トランスミッションやクラッチの容量サイズも全部そのね、ベースを作っておけばやっぱり全部イコールでいっちゃいますし、そうすると 1000cc グレードで全部組んどいて、あとはもうシリンダー、ピストン、バルブ、それを試着していいだけですね。もちろんね、多少減速比とかは変えるかもしれないですけど、ちょうどこれとねそちらに CBX が並んでますけど、これ横から見ていただくと似てますよね。いやだからこのエンジンの横面の形が同じってことは、排気量差はね 1000cc でありますけど、要するにこう
バルブ周り管周りのレイアウトは、ね、こっちの4気筒のまんまをただ2つつけてやればいいんで、全くゼロから作って全く別仕様でねお金をかけてやるっていうことよりも、効率が高い。考え方はもう完成している中でバリエーションという。そうですね。だからこの短期間の間にね、パン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 と出せるわけですね。先日前回渡辺さんと F 取った時に、マスキン法、アメリカのね、あれでどういうふうに言っていいのかわかんないですけど、そのグループ分けして、スキーグループと市販車グループじゃないですけど、残りの人たちっていうことで分けたという中で、あの時っていうのはマスキー法の関係に、CVCC とかですよね、要は。そうです。ですよね。そちらの方のグループに相当な力が入って、なんていうんですか、技術者の人が相当な人数入れたっていう。そういうことですね。残った方々で市販車、だから二輪の方は、そういう話がないですから、その限られた二輪側から持ってっちゃった形。でもそれなりにね、開発ができるようにっていうことで。先日も宋さんと RS 線取ってきた時に、やっぱりこれ同じようにねRS 線を取ってるってことはほぼほぼ975の話も出てくるんですけど、すごい機動力だから結局750フォアの後に RCB で 1000cc4 気筒をやってますから、その間っていうのはいかようにも開発期間はあって、で全部をゼロから全てを新設計しなくてもうまく機能部品をね組み合わせて作れる、加工生産設備も対応できるっていうことを考えないと、全部1機種ずつオリジナルにしたらとんでもなく大変ですから。これは本田さんの中でも秘密なのかどうかわかんないんですけど、当時って今と違って CAD なんかないじゃないですか。ないですね。コンピューターで図面、あれって3次元立体的に見られるから、隙間やなんかもすごい一目わかるけど、いわゆるドラフターとかね、いわゆる製図板に L 字の定規とかあって、そうです、私そうでした。やってましたでしょ。あの時代、本当に頭の中で 3D 化したものを落とし込んで作るんだと思うんですけど、車体1台、例えばフォアでも F でもいいんですけど、あれを作り始める最初のコンセプト、A00 とホンダでは言ってましたけど、そこからスタートして車体になるまでの開発期間ってどれぐらいあったんですか、昔は。全く新しいものをね作るとなるとちょっとかかりますけど、でもある程度何かしらベースがあればね、レイアウトを検討から始めて、前も話しましたけど、性能ありきで性能設計をして構造設計をして、車体の大きさだの、重量バランスだのって考えてやって、レイアウトを設計するのが3ヶ月ぐらいあって、あと総額決まれば部品図に落とし込むのは、要するに設計の図面を書くメンツの数で決まっちゃいますから、例えば一月に一気に30人かけてやれってなればね、それはもうできちゃう話なんで。そうすると最初のコンセプト決定から、いろんな半年ぐらいかかるんですか。そして車体ができるまでにやっぱりあと1年ぐらい。車体の方が同時並行して乗せる関係だけを整合しながらやっていけばいいんで、加工の設備の手番からすると、エンジンを新規に作るのははるかに大変ですから、車体は言ってみれば鉄板にゲージ組んでぐるぐるぐるってパイプ回せばできちゃう話なので、全然短いですよ、車体の。そうすると2年から3年ぐらいそんなにかかんないと思いますね。新規であっても今なんか4輪でも1年でできちゃいますからね。昔でも、だからいつ出すの、どんな負荷っていうかね、工数かかるのっていうのを計算すれば、足んなきゃ人を使えばいい話なんで。マンパワーでなんとか乗り切っちゃう。そうです。いや今ねこの話したのが何なのっていうと、レーサーを見ると、例えばこの上のフロアにありますよね、RC の、147、148とかって、これが1年単位ぐらいで変わってって、いろんなエンジンなんかも変わってるじゃないですか。そうするといくらベースがあるとはいえ、ここの部分の設計にどれぐらいかかるもんか、ちょっと個人的なクエスチョンマークが立っちゃったもんね。だからそれが1気筒何 cc っていうところで何種類かをベースで考えておけば、それの組み合わせ方で、要するにその辺の構造を理解していれば、私もそうでしたけど、当時は25から30ぐらいの若手で元気でやる気のあるやつがいれば、お前やれお前やれお前やれって1人に1句ずつ配れば、だから基本的なレイアウト設計ができれば、あとは順番でその下に20人ぐらい人がいればね、よし専用の部品だけ図面かけってやればいいわけなんで。
でその後ある程度形ができて試作品的なものがあります、サーキットだとかそのテストコースに持ち込みます、そしてまあ合成なんかも含めて検証し、安全性の確認し運輸省の方に届け出をし、許可をもらって発売。まあそういうのはもうね、まあ3年4年やってればもう手番は大体見えてますので。やっぱそうすると2、3年ぐらいで出てきちゃう。まあそうですね、何やろうかっていうところから出来上がってね、そんなではね。そうか。ということはそれ逆算すると 75F とか79年の発売なんですよ。まあ仮にこれに4年かかったとして、まあ73年4年ぐらいにはもう開発設計スタート、まあだから後ろを決めて出す、スタートをかけるんで、じゃあこの時期に出すのが決まってそこから逆算で持ってそうです。で人が足らなきゃ今言ったように一時期ゴーンと投入してやるという。なるほどね。でも本当全然従来と違うものができましたよね。そうです。これこのほらフレームじゃないサイドカバーからタンクに流れるラインってもう当時びっくりするような流れるラインだったまあそれのおかげでなんか概念がね、オートバイという概念が変わってきた部分がありますよね。これデザインした人すごいなと思うんですよね。だからある意味じゃあその60年代のオートバイというと、フレームがあって、タンクがあってシートがあってて、まあ多少の格好は違うにしてもそういうね、一つ一つを組み合わせてまあこんなもんかなってやりましたけど、やっぱりこうだんだんスピードが出たり格好を気にするようなね、4本マフラーとかね、いうことも含めて、もうデザイン性みたいなのがだんだん注目されてきてということの中では、デザイン性を考えてきてるということですよね。やっぱりね乗る人がね、いいだろうかっこいいだろうってこうね、言えるような、なんだかっこ悪いよって大事なんですよ、見た目が。それで買うんだもんね。そう早く走るだけだったら別にね、そんなこだわらなくてもいいんでしょうけど。そうですか。あとじゃあネタとしてなんだっけね、今ね長い話の中で忘れちゃったんですよね。あ、そうだ、ストロークが話した。そうそう。さっきボアストロークの話をしたときに、輸出の 900cc はかなりロングストロークに振ってるじゃないですか。で先ほどの開発、シリンダーのボアストロークっていうのは、腰下に関しては共通でいけるけれども、上の部分輸出の900っていうのが相当ロングストロークになってるってことはやっぱり使い勝手としてはトルク型。そうですね。ヘッド周りそっくり同じで、ストロークを長くしてというのはやっぱり、アクセルワークに対して、それの方が使いやすいということですね。あと何かここら辺でこれ知らないでしょうって何かあります？ブレーキだ。ブレーキ。これが75フォアの時にシングルなんです。シングルですね。で今回ツインですね。しかもキャリパー見るとピストン2個ついてる。2個ついてると。裏はあれですよ、対抗じゃないですよね。裏は固定だ。そうですね。ということはシングルのピストンだったものが2つになってダブルになってね。微妙に大きさ違うんですよね。それが今度は一輪あたりダブルになったという感じで、やっぱりこれそろそろ皆さんの住んでる環境がこの年代になるとより高速化に体も慣れ、道も整備されてきたことによってフォアの時よりも止まることの重要性の重要度が上がったという。それもあるし、正常進化みたいな形でね、ブレーキとしてのね、だからリアもディスクになってますし、だから軽のでっかい1枚よりもちっちゃくした方がバネ下の重さに対してもね、左右のバランスが取れるしとか。ちなみにですけど、レーサーっていうのは小さいバイクでもみんなダブルなんですよ。でそれはなぜかというと、これ必ずこのクッションにくっついてますから、下がね、支点が。でブレーキかけると要するに曲げようとする力がかかるんで、だから片側だけにディスクがあると片側のクッションだけがこうねじられると作動が良くなくなるんで、もう微妙な作動を気にするようなバイクの場合はみんなフロントは小さくしてもダブルにして同じ動きが取れるようにするみたいなね、いう工夫でもありますよ。なるほど。リアはどっちにしてもね片側チェーンで引っ張ってるんで、もともとね左右の違いが出ますんで。この頃の年代の車体って結構リア荷重だったんで、後ろもね、今のバイクって前だけでほとんど作業できちゃう、そうですね、動きがね、できちゃうけど、結構後ろ微妙に使いましたもんね。そうなんですね。わかりました。だから乗る人に言わせると、シートに乗った時にリアタイヤがグリップしてるか滑ってるか、それがね
お尻がリアタイヤのグリップを感じられる方がいいという人もいるんですね。あそれはある意味理にかなってるんで。そうですよね。はい前渡辺さんと一緒に神戸行った時に、ええ川崎の清さんが、はいはい清原さんが、はいはい。バイクは尻のセンサーそうです。が大事だあれはって言ってましたもうその通りだと思います。ですよね。はいやっぱりいいこと言いますよね。そうですやっぱり分かってる方がいいと重いですよね。まあそんな感じのお話もちょっとお届けできたらなと思いますので、はい今回じゃあそんな感じで、はいわかりました今日はまたありがとうございます。はいどうも。皆さん勉強になりましたこれからもね多分ずっとこのバイク残っていくと思いますので、今お持ちの方大切にしていただいて、もう盗難とかね、はい、じゃあこれでまたありがとうございました。はい失礼します。